ダンロップ月間オートバイカップジムカーナ2019ラウンド4が茨城県の筑波サーキットジムカーナ場で開催されました。連休ということもあってか、いつもより多めの175人のエントリーがあり、それに応えるかのように雨も降りそうだった曇りの天気予報も強い日差しが差すほどの晴天になりました。シーズン折り返しの大会、どんなドラマが回っているのでしょうか。おはようございます。前回優勝、はい、ポイントランキングトップ、そしてジャパンを控えた第4戦ですね。もう折り返しちゃったところですけど、もう折り返しましたね。早いですね。どうですか。やっぱ今年もなんかだいぶ運が良かったのかなっていうのが正直なところです。自分もなんか体調作りがちょっと失敗したりしたところがあったり、思い返すと僅差で、第3戦なんかも僅差で勝ったりだとかしてるんで、運が良かったのかなやっぱり。どうですか、ここまでの3戦ってお気に入ってる感じで攻めてるかね。割と攻めてる感じではあるんですけど、その前の年かな、攻めすぎると転ぶんですよ。2走とも転んでるったりするんで、その辺をうまくこう調整、頑張りすぎない程度に頑張るっていうところにちょっと心がけたような気がします。一応計算するとあと3つ勝てばなんとかまだチャンスは残ってるんで、今日とりあえず、また入賞できなくてもいいんで、転んで入賞できなくてもいいから、今日は転んでも勝つつもりで早く走ろうかなと思ってます。どうですか、気温結構涼しめですかね。9方は涼しい方がいいんで、暑すぎるとあんまり良くないんで、暑くない方が僕はありがたいかなと思って。今日とりあえず1本目攻めますか、行きますか。気持ち的にはなんか勝たなきゃダメってすっきりしたんで、前回よりはすっきりと走れるかなという気はしてます。できるだけ早く勝てるように早く走るつもりでいます。いけるかどうかというと、どうですかね、とても陽気というか暑い猛暑ではないので、オートバイとか路面のコンディション自体が悪くないとは思うので、その範囲内では、頑張れるかなと、そこそこいけるような、気はします。はい、元ビトラムカーナです。ダンロップ月間オートバイカップジムカーナ2019ラウンド 4A クラス第1ヒートを見ていきます。冷夏だった今年の夏、7月開催の第3戦は終日曇りの天気でかなり低めの気温でしたが、秋分の日を控えた9月中旬の今大会も事前の予報では最高気温は20度台後半止まりと言われていて、曇りの予報だったんですが、いざ蓋を開けてみるとですね、空気は涼しかったものの強い日差しが照りつけて路面温度はかなりの高温になって、タイヤウォーマーで熱を入れたタイヤはそのままだと熱だれ気味になっているように見えました。実際各クラスでかなりの転倒者が出ていましたが、そのほとんどがリアの明けごけでしたね。熱だれもウォーミングアップであからさまに滑ってくれるなら注意もできるんですが、例えば大型車でリアへの装着が増えているスポーツマックス94は熱だれ気味でも非常に安定して走ってくれて滑っている感じがしなくて、走り心地はそれほど変わらないままタイムだけ落ちてしまうので、温度管理には注意が必要だと思いますね。そしてコースですが、いつもの筑波のコースとは違って大きく開けて寝かしてドーンみたいなセクションはなくて、かといって低速というよりかは中速のセクションが連続しているという感じで、特にこの川の字のセクションはなかなかにいやらしい長さと幅だったのではないでしょうか。今シーズン開幕から第3戦まで好調だったゼッケン3番吉野選手も、第1ヒートではタイムを削りきれずにですね、7位止まりと少々波乱が予想される1本目でしたね。ということで、ここからは A クラス第1ヒート上位6人の走りを見ていきましょう。
まずは6位のゼッケン15番中島選手ですが、メリハリがあるというか動きがとにかく鋭いですね。こうやって速い人の走りを見て気がつくのは、バンクの角度が一度決まったらその後は変わらないということですね。このようにタイトなターンを回った後、同じバンク角のままこうやって大きなターンを回っていきます。バンク中にバンク角を増やすためにはどうしてもブレーキをかけてしまうので、少なからずスピードが落ちてしまうので、一度決めたバンク角は次の切り返しポイントまで一定で走れるようにしたいですね。そして5位ですが、ゼッケン4番作田選手です。開幕戦から投入の忍者400ですが、ここまでと明らかに加速が違いますね。エンジン音も今までのボボボボボという音からダララララッと回転が高いのが分かる音域で引っ張っているのが分かりますね。タイムは1分29秒636でした。大きく開けていけるレイアウトではないことでビッグマシンの苦戦が予想されましたが、やっぱりこの人は別格の動きを見せます。ゼッケン9番辻江選手の GSX-R 戦は NSR やモタードマシン以上の俊敏な動きを見せますね。いやはやすっごいですね。ただですね、やっぱりエンジンパワーがあだとなって低速からの立ち上がりの加速が小排気量車と比べると一瞬待ちがあるのが分かります。ここですね。辻江選手ほどの走りができるライダーでもこのロスが消しきれないんですね。タイムは29秒187で4位。3位にはゼッケン5番 NSR250R の広瀬選手が入りました。この広瀬選手ですが、大会のたびに走り方やマシンの動きが少しずつですが変わっています。今回は特にターンへの進入時、バンクし始めるちょっと前の動きに若干のためがありますね。シーズン序盤はもっと切り返しの動きがビュンビュンと速かったんですが、何かを変えてきてますね。この広瀬選手、現役選手の中では一番古くから NSR に乗っているんですが、ラムカーナが知る限りではジムカーナ界一勤勉で研究熱心な人で、コンマ1秒を削るために本当にいろんなことを試して実践するライダーなんですね。そんな広瀬選手の1本目は29秒102でした。2位には現在ポイントランキングトップのゼッケン2番 NSR の池田選手が入りました。池田選手のターンはとにかくパイロンに近いですね。ただ寝かせてばかりではなくて、時にはマシンを起こしてその分パイロンの際のラインを通ってタイムをうまく削っていきます。そしてこういう旋回速度の落ちた難しいところでバランスを崩した時のリカバリーも非常にうまいですね。速度が遅いと遠心力が減ってきますから、ギリギリのバランスで走っていて、そこでバランスが崩れるとバッファがなくて足をつくしかリカバリーの仕方がなくなるんですが、そのギリギリのところで頑張れちゃうのが池田選手の強みですね。そして第1ヒートトップタイムはゼッケン1番富永選手。このようなバンクしたまま開けて閉じてターンしてまた開けてというセクションですが、スロットルを閉じた時のエンブレが結構走りを邪魔するんですが、ツーストの NSR はそれがないのでとにかくスムーズに走れていますね。このエンブレをなくすべく、ジムカーナライダーはいろんな手法をとっています。ビッグマシンならアイドリングをちょっと高めにしてみるとか、モタードのような短気筒エンジンはスリッパークラッチ、非力なのは承知でエンブレの少ない中排気量車をあえて選ぶ選手もいますね。ノービスや下位のシードの選手は結構開け始めの扱いやすさの方に気が行きがちですが、実はエンブレの強さやそこでの扱いやすさもタイムに大きく影響してきますので、ちょっとその辺も気にしながら走ってみてください。さて富永選手の走りですが、ここで大きくバランスを崩しましたが、今のところ別角度で見てみますよ。足ついてます。足ついてリカバリーしてますが、なんとステップに足を乗せたまま足つきしてるので、これはセーフのやつですね。ステップに足乗せたままなら足ついても OK という話は競技説明でいつも聞いていますが、実際にやってるのは初めて見ました。そして3つに区切られた通路を同じ進行方向に3回通過する川の字セクションですが、右左真ん中の順でしたね。この細い通路だと一
一度どうしてもマシンが立ってしまうので、進入と脱出で同じ方向に回るよりかは潔く通路内で切り返しちゃった方がスムーズでしたね。そして終盤のスラロームも相変わらずゆったりした走りを見せて、1分28秒712のタイムでトップ5位までがタイム差1秒以内に入る大激戦を制しました。